今回は、1月の誕生石色である、ガーネット色を使って、いわゆる、ザクロを模したバッグチャームを作ります。使用するレジン液はいつもと同じで、星の雫。そしてこちらが、宝石の雫、ガーネット色。濃度を調整することにより、用途は無限大。さて、今回は久しぶりの、ワイヤー加工タイム。ハーバリウムオイルの容器を利用。まあ丸いものなら何でもいい。丸めてから、さらに逆方向に丸める。こんな感じ。なかなかいい形。これは、ザクロ本体になります。次は、葉っぱを作る。ザクロの葉は、こんな感じの形らしい。長い楕円形。まあ葉っぱの形としては、割と一般的だと思う。これでザクロと、葉っぱのフレームは、完成したので、マスキングテープを用意して、まずはザクロを飾っていく。ちなみにこれは、100円ショップの、ダイソーで購入した、ブリオンです。さて、奥さんが作業を頑張っている間に、今回は、1月の誕生石、ガーネットについてお話ししましょう。まずは、ガーネットの、宝石言葉をご紹介。真実、変わらぬ愛情、情熱、友愛、そして、実りなど。実りの言葉は、ザクロが由来ということらしいです。なので奥さんは、素直にザクロの作品を作ったようです。次に、変わらぬ愛情、という言葉に関してですが、嫉妬や、束縛、行き過ぎた愛、などの、ちょっとだけ、怖い意味合いも、含まれているようです。嫉妬に身を焦がす。想像するだけで、怖いですね。でもまあ、大なり小なり、みんな経験あるんじゃないでしょうか。あ、ちなみに僕は、そういう経験ないっすよ。猫なので。さて、コードと、人生について、お伝えします。ガーネットのコードは、幅があるらしく、6.5 から 7.5。人生は、5から6で、中程度らしい。ちなみに、熱には強いけど、温度変化には弱いらしい。まあ、日々のお手入れは、比較的しやすいみたいですよ。続いて、産地についてのお話。ガーネットは世界各地で、広く採掘されているようです。ちなみに、日本でも採掘できるらしい。でも、ぶっちゃけ、質のいいものは見つからないかも。素人が、趣味の延長で採集に行って、お金持ちになるのは夢物語。さて、続いてガーネットの色の、種類の話。赤色のイメージが、非常に強いと思われる、ガーネットですが、緑色や黄色など、様々な色があるようです。また、一般的に赤色よりは緑色の方が、価値が高いとされるようです。ガーネットに関するお話は、以上です。さて、宝石の雫、誕生石色シリーズも、今回で終了ということで、正直半分、思いつきで、始まったシリーズでしたが、
なんだかんだありつつも、1年かけて、完走できました。皆様の、温かい応援のおかげです。ありがとうございます。さて、ここで少し、過去の誕生石色シリーズの作品について、奥さんからコメントを預かってきましたので、お伝えします。まずは、気に入っている作品について、もちろんガーネットは除いて、ですよ。一番気に入っている作品は、トパーズ。シンプルな作りで、意外と難しかったけど、絶妙な透明感が、素敵でした。2番目に気に入っている作品は、モルガナイト。可憐な感じがする、可愛らしい作品で、珍しく、ピンク色が主役でした。3番目に気に入っている作品は、グリーントルマリン。実は、怪しげな作品を作るのが好きで、まあ、好みの塊が、具現化したというか、そんな感じです。さて、今回の、ガーネットの作品ですが、シリーズの最後に、ふさわしい作品をと、考えた結果、ある意味素直に、ザクロを作ろうと思いました。もちろん、とても気に入ってます。他の果物も作りたい。奥さんからのコメントは、以上です。ちなみに、誕生石つながりの、話になりますが、ご主人の誕生石は、アメジストで、奥さんの誕生石は、タンザナイト。放浪猫である、僕の誕生石は不明。なんか前にも話したことあるような。まあいいや。さて、最近の近況及び、次の動画に関することについてですが、実は、珍しく奥さんが風邪をひきまして、そして、部屋が狭いので、警戒はしていましたが、ご主人も感染。幸いどちらもただの風邪で、コロナや、インフルではなかったのですが、せっかくの休日を、体調回復のために、消費してしまいました。というわけで、まだ次の作品が、できてないので、まずは作品が完成次第、コミュニティにてお知らせします。というわけで、今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録して、更新を待っててくれると嬉しい。高評価やコメントも、励みになるのでよろしくお願いします。それにしても、月末までに動画が完成して、ほっとしました。今回は、本当に超ギリギリでした。というわけで、今回のエンディングも、僕の可愛い姿が見られるので、最後の最後まで、見ていってくれると嬉しい。それではまた、次回の作品で会いましょう。